皆様、こんにちは。今日はエイリアンインタビュー、ローレンス・スペンサー出版について語っていきます。有名なロズウェル事件と軍の看護師をしていたマチルダ・オドネル・マクエルロイの証言によって、驚きの宇宙人との極秘の会話をもとに作られた書籍です。ロズウェル事件。1947年7月、ニューメキシコ州ロズウェルで地球外からの飛行物体が墜落したとされる事件が発生しました。この事件は牧場主マック・ブレイゼルが奇妙な破片を発見したことから始まります。ブレイゼルは見慣れない金属片やその他の破片を見つけ、それらが通常の飛行機や気象観測気球のものとは全く異なることに気づきました。事件はすぐに地元の保安官に報告され、保安官はロズウェル陸軍航空基地にこの情報を伝えました。当初、ロズウェル陸軍航空基地の広報担当は、飛行円盤が回収されたと発表し、瞬く間に世界中のニュースとなりました。しかし、翌日には軍はこの声明を撤回し、物体は気象観測気球の残骸であると発表しました。この急な方針転換とその後の軍の行動は、多くの疑問と陰謀論を生む結果となりました。マック・ブレイゼルは、これらの破片が非常に軽く、丈夫であり、異常な特性を持っていたと証言した。彼の報告はすぐに基地の指揮官たちの注意を引き、事件の調査が開始された。ブレイゼルは、破片の一部が金属でできており、その金属は非常に軽く、簡単に曲げることができたが、元の形に戻る特性を持っていたと述べている。さらに、破片の一部には奇妙な記号や模様が刻まれており、それらは地球上のどの言語とも一致しなかった。ジェシー・マーセル少佐の調査。ロズウェル陸軍航空基地の情報将校であるジェシー・マーセル少佐は、現場に派遣され、回収された破片の調査を担当した。マーセル少佐は、これらの破片が地球上の技術では作れないものであると確信し、その異常な特性を確認した。彼は後に事件の詳細を公表し、多くのインタビューでその信念を語った。マーセル少佐は自宅に一部の破片を持ち帰り、家族に見せ、彼の息子もその破片を見て、父親が非常に興奮していたことを覚えている。彼らはその破片が非常に軽く、金属でありながら紙のように薄くて丈夫であることに驚き、マーセル少佐は、これらの破片が何らかの異性の技術であると確信し、軍の上層部に詳細な報告を行いました。ウィリアム・ブランチャード大佐の声明。ロズウェル陸軍航空基地の司令官であるウィリアム・ブランチャード大佐は、最初に飛行円盤が回収されたとする公式声明を発表した。この声明は瞬く間に世界中のニュースとなり、UFO と地球外生命体への関心を一気に高めた。しかし、翌日には軍は声明を訂正し、回収された物体は気象観測気球の残骸であると発表した。この急な方針転換とその後の軍の行動は、多くの疑問と陰謀論を生む結果となった。ブランチャード大佐の声明の変更は、軍の内部での情報管理の問題を示しており、事件の真相を隠すために、上層部からの指示があったと考えられ、このような行動は、多くの人々にとって信頼性を欠くものと感じられ、さらなる疑念を生む原因となった。グレン・デニスの証言。
ロズウェルの葬儀屋であるグレン・デニスは、事件の後に奇妙な遺体の処理について軍の関係者から相談を受けたと証言している。デニスは異常な遺体の保管方法について質問され、さらに小さな棺を用意するよう依頼された。彼の証言は、この事件における異常な活動を裏付けるものとして注目されている。デニスは、基地の病院で看護師として働いていた友人からも奇妙な話を聞いた。看護師は、異常な遺体が病院に運び込まれ、その遺体が非常に小さく、頭が大きく、目がアーモンド型で大きかったと述べている。彼女は、その遺体が地球上のどの生物とも一致しない特徴を持っていると証言した。マチルダ・オドネル・マクエルロイの登場。ここで、特に注目すべき人物であるマチルダ・オドネル・マクエルロイを紹介します。彼女は、ロズウェル陸軍航空基地の病院で、看護師として勤務しており、事件の際に重要な役割を果たした。マチルダは後に、彼女がエイリアンと直接接触し、唯一のコミュニケーションが取れた人物であることが判明した。彼女の証言は、エイリアン・インタビューという書籍にまとめられており、事件の真相を探る上で非常に重要なものとされている。エイリアン・インタビューの中で、マチルダは、ロズウェル事件の墜落現場で生存していたエイリアンとの接触について詳細に語っている。このエイリアンは、エアールと名乗り、テレパシーを通じてコミュニケーションをとっていたとされている。マチルダの証言によると、エアールは地球外から来た存在であり、ドメインという帝国の一員であると自己紹介した。マチルダは、エアールとの初接触の際、エアールが非常に落ち着いており、知性的な存在であると感じた。エアールはテレパシーを通じて、唯一彼女に直接思考を伝えることができた。この初接触は、彼女にとって非常に衝撃的な体験でしたが、同時に興味深いものでした。エアールは、マチルダに自分がドメイン帝国の一員であり、地球の監視任務に従事していることを伝えました。エアールは、地球がドメイン帝国の一部ではなく、囚人惑星として利用されていることを説明した。彼女は、地球上の生命は他の惑星から移植されたものであり、ドメイン帝国の技術と知識を持つ存在がその進化を監視していると述べた。このテレパシーによる意思疎通が可能だったのは、マチルダ自身がエアールと同じ起源を持つ魂であったからだとエアールは説明した。マチルダはエアールと同じようにドメイン帝国の出身であり、地球に転生する以前はドメインの一員として活動していたという。この情報はマチルダにとって非常に衝撃的だったが、彼女はその後もエアールとの対話を続け、さらに多くの情報を引き出した。マチルダ・オドネル・マクエルロイの生涯。マチルダは1924年にアメリカで生まれた。幼少期から非常に聡明で、学業にも優れていた。彼女は医療分野に強い関心を持ち、看護師としてのキャリアを選んだ。看護学校を優秀な成績で卒業し、軍の看護師として勤務することになりました。第二次世界大戦後、彼女はロズウェル陸軍航空基地に配属され、そこで1947年の有名なロズウェル事件に遭遇することになる。
その時23歳。しかし、マチルダの人生は平穏ではなかった。彼女は軍から厳重に監視され、エアールとの接触や彼女が知った情報を極秘事項にするよう強く警告された。もし秘密を漏らした場合、命の危険があると脅されていたのです。実際にこの事件に関与した何人かは行方不明になったり、不審な死を遂げたりしている。ロズウェル事件後、マチルダはエアールとの詳細な対話を記録しました。これらの記録は彼女の命を守るために秘密裏に保管されたが、後に信頼できる知人、著者であるローレンス・スペンサーに、マチルダが記録したこれらの証言を箱に詰め、託された。この資料をもとに本を執筆した。後に、エイリアン・インタビューとして出版されることになりました。その頃、マチルダは晩年、健康状態が悪化し、重い病を患っていた。彼女は何度か入退院を繰り返し、最終的には83歳の時に亡くなった。彼女の死因は公式には病気とされていますが、自殺説もあり、その背景には多くの謎が残されています。エイリアン・インタビューの出版に際して著者であるローレンス・スペンサーはマチルダから託された資料をもとに本を執筆した。しかし真実をそのままノンフィクションとして公表することは非常に危険であると判断した。スペンサーはもし本の内容が事実であると公表すれば、彼自身や関係者が軍や政府からの報復を受ける可能性が高いと考えた。そのため、スペンサーはエイリアン・インタビューをサイエンスフィクションの形式で出版することにした。この形式を選んだ理由は、真実を覆い隠しつつも、読者に重要な情報を伝えるためで、サイエンスフィクションとして発表することで、物語の信憑性に対する批判を避け、また政府や軍の圧力から身を守る手段として機能した。スペンサーは、本の序文でこの選択について説明しています。彼は、物語がフィクションであると明記することで、読者に対して一定の保護を提供しつつも、実際には多くの真実が含まれていることをほのめかした。この戦略により、エイリアン・インタビューは広く読まれることとなり、多くの人々にロズウェル事件の新たな驚きを与えました。マチルダとエアールの交信記録。囚人惑星としての地球。エアールは地球がドメイン帝国の一部ではなく、囚人惑星として利用されていることを詳しく説明した。彼女によると、地球はドメイン帝国の広大な領域の外縁に位置し、主に犯罪者や反乱者などの社会から排除された個体を収容するための場所として設計されたのだ。エアールは、囚人惑星としての地球の設立は何千年も前に遡り、その目的はドメイン帝国の社会から危険とみなされた個体を安全に隔離することだった。地球はその地理的特性や孤立性から囚人を効果的に収容し、外部との接触を最小限に抑えるのに適していた。囚人惑星としての地球にはいくつかの重要な特徴がある。まず、囚人たちはその記憶を消去され、新たな生活を始めることを強制された。この記憶消去のプロセスは、彼らが以前の反社会的な行動や反乱の動機を忘れるように設計されており、地球での生活に適応することを促すためのものだった。さらに、囚人たちは地球上での転生を繰り返すことで、
精神的及び倫理的な成長を促された。エアールはドメイン帝国が地球を監視し、囚人たちがどのように進化し、適応しているかを評価するための技術を持っていると説明した。これにより、囚人たちが最終的に更生し、ドメイン帝国に再び受け入れられるかどうかが判断されるのです。エアールは地球での転生のプロセスについても詳しく説明した。囚人たちは地球上で肉体的な死を迎えるたびに新しい肉体に転生し続ける。このプロセスは彼らが過去の記憶を完全に失うことを保証するために設計されており、各転生の間に新しい学びと経験を得る機会を与えた。転生を通じて精神的な成長と倫理的な進化が促進されると語った。囚人たちは異なる人生経験を通じて自己の本質と行動の結果を学び、より高い意識レベルに到達することが期待される。エアールはまた、地球上の宗教や哲学、精神的な探求が、囚人たちが自分たちの本質や存在の目的を理解しようとする試みであると述べている。地球の人々が自己認識と精神的な成長を通じて、囚人としての役割から解放されることが可能であると信じている。アトランティスとレムリアについて、エアールはアトランティスとレムリアという2つの失われた大陸についても語った。これらの文明は地球上で最も高度な技術と精神的な知識を持っていたとされている。アトランティスは高度な技術と科学を持つ文明であり、非常に発展した都市国家であった。エアールによれば、アトランティスの技術はエネルギー生成や交通、医療などの分野で非常に進んでおり、現代の技術をはるかに超えていた。また、アトランティスの人々は高度な精神的知識を持ち、テレパシーや遠隔視などの能力を活用していた。しかし、アトランティスの文明は最終的に自己の技術と力を過信し、内部分裂や自然災害によって崩壊した。エアールは、アトランティスの滅亡が地球の歴史における重要な転換点であり、その遺産が後の文明に影響を与えたと述べた。レムリアはアトランティスと同時期に存在した別の高度な文明であり、精神的な成長と自然との調和を重視していた。エアールによれば、レムリアの人々は非常に精神的な存在であり、自然界との共生を実践していた。彼らはまた高度なテクノロジーを持っていたが、それを自然との調和のために使用していた。レムリアの文明もまた自然災害や内部の対立によって崩壊した。しかし、その文化と知識は地球の他の地域や後の文明に影響を与え続けた。エアールはレムリアの精神的な教えが現代の宗教や哲学に多大な影響を与えたと述べている。このことは眠れる預言者エドガー・ケーシーのリーディングと共通していることが興味深い。エアールは自身が8000年前にも地球を訪れたことがあると語った。この訪問はドメイン帝国の監視任務の一環として行われた。エアールによると、その時代には地球上に高度な文明が存在しており、彼らはドメイン帝国の影響を受けていたとされています。エアールの身体的特徴。人間でもロボットでもない存在。エアールは人間やロボットとは
異なる存在であると説明した。身体は私たちが知る生物学的な特性や機械的な構造を持っていない独特なもので、具体的には以下のような特徴がある。口や鼻がない。エアールの顔には口や鼻がありません。これは呼吸や食事をする必要がないことを意味している。エアールは地球上の生物が行うような消化や呼吸のプロセスを持たないため、これらの器官が不要。エネルギー供給は私たちの理解を超えた方法で行われていたと考えられる。これはエアールが非常に高度な技術やエネルギーシステムを持っていることを示している。長寿命。エアールの存在は非常に長寿命であり、寿命は数千年にも及ぶ可能性がある。これは体が劣化や老化の影響を受けないような高度な技術によって維持されていることを意味している。また、エアールの身体には自己修復機能が備わっており、損傷を受けても自動的に修復される。この機能は身体が常に最適な状態を保つために重要。意識の移動。意識や精神が物理的な身体に依存しない存在であると説明した。これは意識が異なる身体や装置に移動できることを意味している。この特性はドメイン帝国の技術によって可能になっていると考えられる。エアールはさらにドメイン帝国が持つ高度な技術についても説明した。特に注目すべきは無重力装置と瞬間移動の技術。無重力装置。エアールによれば、ドメイン帝国は無重力装置を開発し、これをさまざまな用途に利用している。この装置は物体や人間を重力の影響から解放し、自由に移動させることができる。無重力装置の基本原理は、重力波を制御し、対象物の重力を相殺することにある。この技術
どれほど正確で信頼できるかを判断するためのものだった。マチルダはエアールとのコミュニケーションがテレパシーによるものであり、彼女が伝えた情報はすべて事実であると主張した。テストの結果、マチルダの証言は一貫して真実であると示されたが、軍の一部の上層部は依然として疑念を抱いていた。彼女がエアールの存在やその情報を漏らすリスクがあると考えたため、彼女に対する監視と圧力が強化された。マチルダの早期退職。エアールの事件の後、マチルダに対する軍の対応は厳しさを増した。彼女はエアールに関する情報を公開しないよう厳しく警告され、もしこの警告を破れば、彼女の命が危険にさらされると暗に示された。これにより、マチルダは精神的なストレスとプレッシャーにさらされ続けた。最終的に、軍はマチルダに対して早期退職を強制した。彼女は公式には健康上の理由で退職したとされたが、実際にはエアールとの接触に関する情報を隠蔽し、彼女の証言が外部に漏れるのを防ぐための措置だった。マチルダは軍の厳しい監視と圧力の中で静かに退職を受け入れた。マチルダの晩年。退職後もマチルダは軍の監視下に置かれた。彼女はエアールに関する情報を公表しないよう常に警告され続け、もしこの警告を破れば深刻な結果が待っていると知らされていた。この状況下で、マチルダはエアールとの接触に関する資料を密かに保管し、その内容を公開する時期を見計らっていた。そして時が過ぎ、60年の月日を経て、ついに日の目を見ることになった。エアールの死とその後。エアールの身体と魂の分離。エアールは非常に高度な存在であり、その身体、ドールは人間のような肉体ではなく、機械やロボットとも異なる特別な構造を持っていた。軍がエアールに電気ショックを与えた際、彼らはエアールの身体が反応を失い死んだと誤解していた。しかし、エアールの本質的な存在は肉体に依存していなかった。エアールはドールと呼ばれる身体を使って物理的な世界と相互作用していたが、意識や魂はその身体から独立して存在していた。エアールの意識はドールの損傷や破壊によって影響を受けることなく、自在に身体を離れることができた。これはエアールが極めて高度な存在であり、ドメイン帝国の技術と知識を背景に持っていることを示している。意識の分離と新たな任務。エアールは電気ショックを受けた際、自らの意識をドールから切り離した。魂はドールを離れ、物理的な身体が機能しなくなったとしても、彼女の存在そのものは続いた。エアールの魂は、新たな任務や使命に従事するために再び活動を始めた。エアールの意識がドールを離れた後も、ドメイン帝国の任務を継続している。新たな任務は、地球上の出来事を監視し、ドメイン帝国の目的に沿った活動を行うこと。エアールの意識は、他の身体や装置に移ることで、新たな形で活動を続けることが可能になった。これにより、ドールの損失にもかかわらず、ドメイン帝国の重要な任務を続行している。マチルダ・オドネル・マクエルロイの証言が示すエアールとの接触やドメイン帝国の存在は、私たちの理解をはるかに超えたものであります。彼女の証言をもとに新たな発見がされ、
事件の全貌が明らかになる日も近いでしょう。ロズウェル事件とその後の研究に携わったすべての人々に敬意を表します。彼らの努力がなければ、私たちはこの重要な事件について知ることができなかったでしょう。本日はこれでおしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。